このカスタムは2度目ですね。このポイズンアドレナはワンピースのモデルですが、真ん中で折れてます。前回のヘラクレスはベイトフィネスロッドでしたが、今回は MH なので比較的バーサタイルに入る部類ではないでしょうか。せっかくなのでスレッドにはピンラインも入れて2ピース化したいと思います。まずは切断です。できれば長さをワンピースの時と同じにしたかったのですが難しそうです。比較的綺麗に折れてますが、バット側もティップ側も 10mm 切断しないといけない折れ方でした。つなぎ目で残す 10mm を足しても全長は 10mm 短くなります。切断時はマスキングテープをきつく巻いて行います。電動工具で切断してますが、目立てヤスリで切断した方が綺麗にできます。切断後は断面をヤスリで整えます。バット側の内径より若干大きいサイズのインロー芯を用意します。今回はジャストエースさんのインロー芯を用意しました。ソリッドのタイプです。本当はチューブラが欲しかったのですが、すぐに手に入りませんでした。MH だからまあいいやってのと、どんな結果になるのか興味もありました。バットから出す芯の長さはバットの外径から算出します。外径が 7.2mm なので 7mm をかけて 50mm 以上はティップへ入れることになります。さらにジョイント部の経年の摩耗を考慮してプラス 10mm 必要なので 60mm 以上の部分に印をつけました。細かい寸法を伝えてますが、正直な話、私はちょっと適当な感じでやってます。インロー芯の寸法を出す前にティップ側の切り口にきつくテープを巻きます。何度も刺す確認作業があるので口割れ防止です。一番嫌いな削る作業です。これが本当に大変です。旋盤があれば楽なんですけどね。家庭だとドリルに挿入して削る方法が楽だと思いますが、私は手で削ってます。理由はティップへの挿入部はテーパーにする必要があり、繊細さを求められるからです。というのは言い訳で、慣れればドリルの方がいいです。私が苦手なだけです。粗めのヤスリから始めます。フェルールに線を引き、接触部の確認を行っています。線が削れる部分が内部まで強く擦れており、ここを重点的に削ります。52mm は入れたいので、ここまで挿入できるように印をしておきます。あと少しです。ここからは目の細かい耐水ペーパーに切り替えてます。慣れてくると挿入時の感覚で接触面積がわかると聞きますが、私にはわかりません。まあこれぐらいですかね。だいたい狙った状態になりましたので、バット側に移行します。
ジョイントで残す 10mm の部分に印をします。インロー芯の全体の長さですが、バット側はガイドの足がある部分に合わせました。ちょうど長さとしては悪くなさそうな場所です。バット側の内径を軽くヤスリで整えてテーパーの状態をなくします。インロー芯の削る作業に入ります。はい、結局電動工具の登場です。バット側は接着してしまいますので細かいことを気にしません。こっちの方が全然楽ですね。次に同じことをする機会があればティップ側でも実施してみます。接着をするので脱脂洗浄をします。インロー芯の接着は30分硬化型のエポキシを使いました。どこにでも売っているものです。先に挿入される長さの部分にマスキングテープを貼っておくと仕上がりは綺麗です。はみ出した接着剤を拭き取り、半乾きになったらマスキングテープを剥がします。やっぱり電動工具を使ったら削りすぎたようです。インロー芯の余りを 10mm 残すつもりが 5mm しか余ってません。ここは気にしません。まだこのロッドにはやりたいことがあるので、その作業の時にインロー芯を太らせます。最悪の場合、ティップ側も接着してしまってワンピースにするだけです。口割れ防止のためにスレッドを巻きます。だいたい 10mm ぐらいの長さにしました。スレッドコーティングの接着力を上げるために足付けを行っておきます。今回はピンラインを入れて純正風にします。ちょっとスレッドの色が違いました。シマノのスレッドはどこのものなんでしょうか。スレッド巻きの仕上がりは悪くないです。コーティングは硬化時間の長い二液性のエポキシ接着剤です。この接着剤の使用には少々コツが必要で、1分間の攪拌をしたら5分ぐらい放置して塗り始めることをお勧めします。そうすると硬化不良はなく気泡も残りにくいため仕上がりが綺麗になります。コーティングしたらピンラインが見えにくくなってしまいました。コーティングの塗布量の問題もありますが、やはりもっと太いスレッドでメタリックが入ったものを使う必要があります。太陽光に当たればしっかり見えるんですけどね。完成です。テストは 980ml のペットボトルに水を入れて試しました。安物の量りですが、重さを確認しておきます。ちょうど 1kg です。安い割には大きなズレはなかったです。
1キロなので40センチぐらいのブラックバスと同じぐらいでしょうか。この重さなら引き抜けます。つなぎ目はソリッドにしたからか若干アーチに違和感あります。ただ実際に使った感じでは特に不満はありませんでした。なんなら今までで一番投げやすいロッドでした。ポイズンアドレナがこんなにいいロッドだと思ってませんでした。折れる前はもっといいロッドだったんだと思います。まだこのロッドはリールシート周りがボロボロで塗り直す必要があります。それとブランクスのコーティングも剥がれてきているので、次回は塗装して完全にリフレッシュします。